ご無沙汰しております。久美が真っ先に挨拶したが、誰一人振り向こうとしない。兄や、しばらく世話になるわ。よろしゅう頼むわ。ああ、何も構われへんけどもな。と初めて言葉を発したのは、次男の光一だった。そこには、地元に住む光一の他に、名古屋から帰省していた三男の光介夫婦がいたが、挨拶もそこそこで、お茶どころか水一杯のねぎらいもなく、ただ、隆が連れてきた組の両親や子供たちを、好奇の目で眺めているだけだった。すかさず、和夫とみゆきが改めて挨拶をしたが、皆一様に不愛想で取り付く島もなく、幼い網ですらあまり歓迎されていないことは見て取れた。和夫とみゆきは予想だにしない冷遇に唖然とした。本当に隆と同じ兄弟なのか。あまりにもかけ離れた性格の違いに、屋久島の美しい自然を楽しみにしていた気持ちも、一瞬にして吹き飛んでいった。しばらくすると、長女の早苗が家にやってきた。今頃着いたんか。そしたら久美さん。今から親戚中挨拶して回るから、ついてきなさい。早苗は挨拶もそこそこに、久美を呼びつけ、外に連れ出した。早苗姉さん、そげなこちゃ、後でもええで。隆、なよ言ってんだ。こねなこちゃ、一般にせんといかん。承知しました。すぐに支度します。久美は手にしていた荷物を隆に預け、早苗と出かけていった。ここが、父さんのいとこの家じゃで。恥によ、しっかり挨拶してや。そいと、ここはこれくらい、包んでくれたらええわ。はい。わかりました。そう答えた久美だったが、今は何より、両親や子供たちのことが心配だった。炎天下で歩き続け、まだ一滴も水分を口にしていない。皆元気だろうか。網はぐずっていないだろうか。一日中、そんな思いが駆け巡る中、久美は一度も会ったことも、世話になったこともない登園に至るまで、手土産に早苗が指示したお金を添えて、一軒ずつ丁重に挨拶に回った。久美さん、そしたら今度は夕食の準備しなさい。夕方遅くに戻ってきた久美は、屋久島に到着して以来、結局一度も腰を下ろすこともなく、一日中、早苗にこき使われた。夕食の準備も整い、全員が席に着くと、微妙な空気が漂う中、食事が始まった。一段落すると、久美は隆の兄弟のもとへお酌に回った。まずは、光一の杯にとっくりを傾けた。すると光一はいきなりピシャリと杯をひっくり返した。驚いたみゆきは絶句し、よって頬をあからめた和夫は何か言い出しそうであったが、隆がすぐに光一をなだめるように言った。あんよさ、もう酔ったか。わしは一滴も飲んどらん。
酒はいらん。今日は飲まん日じゃ。せっかくやで。一杯くらい飲んでもよかろう。たかしは穏やかに促した。いや、いらん。その様子を察知した久美は、すぐにとっくりを置いた。お兄さん、すいません。気が利かんで。すぐにお茶を持ってきますから。二人のやりとりを傍観していた和夫が、また何か言いたげに身を乗り出すと、みゆきがすかさず、和夫の袖を引っ張った。父さん、ここは久美のために、どうかこらえて。そう言われた和夫は、久美を見つめ、タバコを手に取り出て行った。みゆきもそそくさと挨拶を済ませ、席を後にした。久美が用意したお茶を不愛想にすすると、光一は話を続けた。そいで、いつまでここにいるんや。3、4日したら、住人のとこに行こかとね。そうたかしが答えても、光一は不愛想な表情を崩さなかった。ようやく片付けを終えた久美のもとへ、再び早苗がやってきた。久美さん、洗濯物も片付けてや。久美さん、ついでにこれも洗濯してくれるか。ねぎらいどころか、追い打ちをかけるように、自分たちの洗濯物まで押し付けてきたのは、康介の嫁、まちこだった。みゆきは、久美があまりにも不憫だった。暗に手伝おうとすると、早苗から、これは嫁の仕事だと言い放たれる。疲れた顔とは裏腹に、一度も口答えせず、ひたすら耐え忍ぶ娘の姿に、みゆきは張り裂けそうな思いで、ただ見守ることしかできなかった。翌朝目覚めると、寝室に、久美の姿はもうなかった。昨夜は床につけただろうか。ここに着いた途端、朝から晩までこき使われ、一度もゆっくりしていない。心配で裏庭に様子を伺いに行くと、早朝から一人で懸命に家事をこなす、久美の姿があった。たまらずみゆきが手伝いに行こうとしたとき、早苗の姿が目に入った。久美さん、まだ終わらんね。はようしてや。そいな終わったら、次は皆のご飯炊いといてや。はい。わかりました。すぐ支度しますんで。苦労する我が子を、ただ傍観することしかできない。久美は一つも言わんかったが、大に、ひどい扱いじゃないか。たかしの身内の手前、娘をねぎらうことすらできず、母として、不甲斐ない思いでいっぱいになった。そして屋久島に来る前から、久美が浮かない顔をしていた理由に、ようやく納得がいったのだ。しかし、理由はそれだけではなかった。たかしは引っ越し費用の工面に、早苗から1万円を借りたことがあった。その時、借金の形にと、久美が身につけていた翡翠の指輪に目をつけ、無理やり取り上げたのだ。その指輪は、たかしからもらった唯一のもので、久美が一番大切にしていたものだった。結局、借金続きのたかしに返済できず、指輪は二度と久美の元に戻ってくることはなかった。早苗はたかしが返済できないことを知ると、あっさり質に入れ、貸したお金をすぐに回収した。